ペンネームむすびさん、20代の女性からいただいたお悩みです。こんにちは。いつも拝見しております。私の悩みに助言をいただきたく相談を送らせていただきます。2年前付き合っていた彼が突然痴漢で捕まりました。当時そのことが信じられず、その事実を受け止めることができませんでした。その時私が選んだ選択は彼と別れることではなく、彼に寄り添うことを選びました。中途半端な気持ちで彼に寄り添うことはお互いを苦しめるということは分かっていました。分かっていても彼に寄り添うことが自分にとってその時一番彼が痴漢をしたという事実に向き合わずに済む方法でした。それから彼は一生懸命自分と向き合いながら生活しています。きっと彼との関係はいつか終わるだろう、そう思う気持ちはありました。自然と終わるだろう、それが楽だと。ですが彼が一生懸命自分の罪と向き合う姿を近くで見て離れることができなくなっています。ですが家族や周りには話すことができず、そろそろ将来のことなどを考えるとどうするべきかわからなくなってきています。今私の見ている彼は本当だと思います。ですが罪を犯したのも彼です。私は家族に嘘をつき続ける自分も弱い自分も情けなく辛くなる時があります。どうかお言葉をいただきたいです。お願いいたします。お釈迦様は悟りを得た者以外、多くの人間の心は病気だとおっしゃいました。私も昔は自分がいやそんな病気ではないと、私は健康だと思ってましたけれど、でも深く仏教を学べば学ぶほど、そしてまた長く生きている月を重ねれば重ねるほど、やっぱり自分は心の病っていうものをどこかで持って生きてるんだなっていうことに気づくようになりました。私たちには自我っていうものがありますから、自分が見ているもの、自分が感じていること、自分が行っていることが正しい。そして他のものは間違っている。自分の欲とか、自分の怒りとか、自分のさまざまな感情、これが一番大事であり、それが満たされないと、他の人を排除してでも、他の人に迷惑をかけてでも、自分の得たいものを得たい、自分のこの怒りを爆発させたい、そう思ってしまうところがあります。さて、残念ながら彼が痴漢をしてしまった。それで警察に捕まった。痴漢も一つ病気だという解釈もあります。それがたまたま自分の彼氏だったって。で彼も今はね、反省してその自分の犯してしまった罪とすごく向き合って、彼も苦しいでしょう。被害者の方にとったらたまらないことだと思いますが、でも痴漢を犯してしまった彼にとってもこれはやってしまったことなのでね、仕方がない、もう二度とそれをやらないということを、彼自身も自分がそう生きていくしかないわけですけど、でむすびさんが今悩んでいるのは何かって言った時にね、そういった彼の過去、それは厳然たる事実としてある。だけどもむすびさんはその彼とずっとその後も付き合っていて、そして、彼も今一生懸命頑張っているという姿を見て、でも年齢的にもそろそろその結婚ということも考えていった時に、さて、彼とこのまま付き合っていくのか、それとも彼と別れるのかっていうところで、大きく自分の中で葛藤しているっていうことですよね。彼とこのまま付き合っていくのかどうかっていうのは、それは私にはやっぱり分からないんですよね。それはどうしようなんてことは私が言うことじゃない。ただ一つ言えることは、彼とこのまま付き合っていくのか、
そして結婚するかどうかは分かりませんけれども、その判断基準としてね、もちろん彼が一生懸命過去のその自分の犯してしまったことを反省して、そこからそんなことをもう二度と起こさないようにとそう努めてるということは前提ですけども、その上でもっとやっぱり大事なことは何かというと、私が言えることは、娘さんが今でも本当に彼に惚れてるかどうか、保護者じゃないのでね、同情はダメですよ。だけども、もし結婚まで考えるのであれば、過去のことをひっくるめて娘さんがそれを受け止め、その上で娘さんが彼に本当に惚れてるのかどうか、わかりませんよ。彼は今後またしばらく時間が経ったらそんなことを繰り返してしまうことがあるかもしれない。わかりませんよ。でももし本当に惚れてるんだったらしょうがないじゃないですか。もう好きなんだから。もしね、それを自分に突きつけてみて、本当に自分は彼に惚れてるんだろうかって、彼の問題じゃないんです。最後娘さんの問題なんです。でもしね、それを突きつけてみて、彼に本当に惚れているという状況ではないんであればね、別れたらいいと思います。彼に同情することじゃない。彼だってかわいそうでしょ。いや、このね、今娘さんの今の状況とか年齢とか、これまでの彼との歴史とか、いろんなことを考えていったときに、いろいろな思いがね、娘さんの中で交錯すると思うんですね。でもやっぱり人生は、これからもし結婚するとなったら、また家庭を作るってなったら、やっぱこっからなんですよ。だからそう思うと、その原点において娘さんがそんな彼だけれども、やっぱり彼のことが好きだと、彼に本当に惚れているんだということであれば、そのまま行ったらいい。だけどもしそれを突きつけてみてね、そうじゃないんだったら別れた方がいい。彼の過去にこういうことがあったからという理由でね、別れないというのもまた違うし、そういうことがあったからということで、何か自分がこの結婚ということをまた迷ってるっていうのもまたね、娘さんにとって今後大きくそれをやっぱり引きずってしまうことになるんです。なので彼は痴漢を知ったんですよ。そうでしょ。ちゃんと捕まって彼自身も認めてるんだと思います。だから反省してるんですよ。で、その上でその痴漢をしてしまったという前科がある男性と結婚するんですよ。彼自身がその過去を悔いて、これからの生き方っていうのを改めて二度とそういうことをしないと、そう生きていくのは彼の問題ですね。でもそういう事実があるという男性を好きになって、その人と一緒にいるのか別れるのかっていうのは娘さんの問題なんです。なので自分で自分に何度も何度も問うわけです。彼のことを本当に愛しているのかと、彼のことを本当に好きなのかと、彼に本当に惚れているのかと。そうやって自分の心に正直になっていく。いろいろと今後、彼のそのね、前科のことがこの後も問われたり出てくることがあるかもしれないけど、それでも私はこの人と一緒にいるんだって、娘さんがそう言えるほど今惚れているかどうかです。そこに尽きると思います。悩ましいですね。でも彼自身が本当にそうやって自分を反省してまた正しく生きていこうとするのであれば、彼の最大の弱みが逆に言えば彼にとっての最大の戒めになり強みになっていく可能性もある。そう思うこともまたできると思います。いずれにしても理屈抜きで
娘さんが彼に惚れているかどうか、それが原点に、今後の原点になっていこうと思います。応援しています。